皆さんこんにちは、ロカチャンネルです。本日ですね、ベイブレード X の新商品ですね、来月の新商品の情報をね、確認することができましたので、今から動画で皆さんに一つずつお伝えしていこうかなと思っております。それではですね、早速一つ目から見ていくんですけれども、今回ですね、3つのラインナップがございまして、非常に多くのラインナップのね、登場ということになっております。まず1つ目はですね、こちらから、見ていきたいと思います。今回は、まず BX38 の、こちらがブースター商品、画像出てると思うんですけども、クリムゾンガルーダ 470TP というね、今回新しいベイブレード、ブースター商品でまず1つ目登場となっております。画像の方はね、今画面で確認できるかと思うんですけれども、まず何といってもこのモチーフですけれども、バク転シュートベイブレードから、ドランザをモチーフにされているんじゃないかということで、フェニックスというベイブレードもあるんですけれども、今回こちらね、クリムゾンガルーダというのが、おそらくバク転シュートベイブレードの死生獣最後の、スザクのね、オマージュということで、はい。ランチャーフックのところがですね、コバルト、ドラグーンでしたり、あとは、白虎をね、モチーフにしていた、バイスタイガーですとか、それからですね、玄武ですね、モチーフにしていた、ブラックシェルですね。そういったね、ベイの、ランチャーフックが、同じ仕様になっているということで、仕様ブレーダーの方もね、めちゃめちゃ気になりますが、詳細の方ね、確認していきましょう。今わかる情報ですと、そうですね、詳細の方は、はい。上面はスタミナロスが少なく、底面はカウンターに優れた攻撃と、上下で性能が異なるブレード、高さが切り替えられるビットにより、様々な高さの相手への対応力に優れたベイブレードということになっております。上面はスタミナロスが少ない、底面はカウンターに優れた。こちらバランスタイプのベイブレードで合ってると思うんですけれども、性能が当たる面によって違うというね、特徴になっております。スタミナロスが少ないっていうことは、どういった上面はスタミナロスが少ない。で、底面は、カウンターに優れた、攻撃と。なるほど。非常にちょっとね、ギミックの方は文面からなかなか難しいんですけど、写真を見る限りですと、側面から見ると上面の方はね、かなりなだらかな形状になっておりまして、底面の方はね、かなりこう相手をこう殴るような、形状をしているといいますか、こういったところがね、性能の違いをね、コンセプトとして、構成しているんじゃないかなと思っております。はい。で、ビットがですね、こちらも何か性能の違いがあるようでして、高さが切り替えられるビットにより、様々な高さへの相手への体力に優れたベイブレード。高さが切り替わるっていうことなので、高くなったり低くなったりってするってことでいいのかな。写真でね、ベイブレードの動画見ていると、ちょっとね、今までの、ビットの形状とやっぱ違うんですよね。ちょっとね、ボコって膨らんでるところがあるので、もしかすると、この、引っかかりみたいなところが、ラチェットの部分に干渉するとハイモードになるっていうね、予想ができるんですけれども、通常時はローモードかな。なのでビットの位置がずれると、ハイモード、ローモードみたいな、ベイブレードバーストの後半のね、ダイナマイトバトルシリーズにもローモード、ハイモードありましたけれども、そういったね、ローモード、ハイモードを今回、ベイブレード X シリーズでも、ビットによって、再現しているというね、感じになっております。それが強さにどう影響するのかっていうのはね、気になるところなんですけれども、はい、上からのね、スマッシュ攻撃見たらね、動きになったりですとか、ローモードの時はディフェンス的なね、スタミナを維持する、モードチェンジになっているんじゃないかなというふうに予想しております。はい。こちらがブースター商品ですね。こちらお値段はですね、1400円税込みとなっておりまして、発売日が11月2日土曜日となっております。早いですね。今回月末ではなくて、
はい、月初の発売日なので、あっという間に発売日が来てしまうんじゃないかと予想しておりますが、11月2日の発売となっております。はい。続いてですね、かなり、注目しているんですけれども、はい、これね、僕も、前回、レビュー動画で、なんとなく察してはいたんですけれども、はい、UX ラインからの、新しいね、ベイブレードの登場となっております。こちらが UX09 のスターター商品です。サムライセーバーの 270L というね、今回ベイブレードが、新商品としてね、確認しております。はい。画像だけ見ると、様々なランチャーがなんかまた新しいものがね、付属していたりですとか、非常に気になるポイントが多いんですけれども、ちょっと特徴の方もね、見ていきたいと思います。はい、こちらが、ブレードのメタルを外周に多く配分し、これはユニークラインのベイブレードの説明ですね。それから、ブレードの刃の開閉ギミックと、3段階の攻撃速度を持つビットの組み合わせにより、威力の高い一撃性能と威力を抑えた連撃性能を両立したベイブレード。はい。で、グリップ一体型、シュート時の安定性が高いホールドランチャー。通常のワインダーよりも長く強力なシュートが打ちやすいロングワインダー、ラバー製でグリップの握りやすさを調整可能だ4種類のラバーパネルが同梱ということになっております。なんか非常になんかたくさんのね、情報量の多い説明だったんですけれども、一つずつ見ていきましょう。まずブレードからですね。ブレードが刃の開閉ギミックにより3段階の攻撃速度を持つっていう、開閉ギミックですね。開閉ギミックとビットが3段階の、動きができるということで、ビットの詳細がですね、画像からだとすいません、ちょっと確認できないんですけれども、何やら、今回ですね、ベイブレード X 今後のシリーズはおそらくこういう、可変ギミックをね、多用してラインナップが登場すると予想しているんですけれども、はい、ブレードはですね、何か出っ張ってる部分が1箇所、2箇所かな、ございますので、こちらが開閉ギミックによって、鋭い攻撃になったり、なだらかな攻撃になったりっていうね、感じになってるかと思います。サムライモチーフのね、ベイブレードということで、実際このベイブレードの使用ブレーダーの方はですね、公式のチャンネルの方でもご紹介されていたかと思いますので、気になる方はね、皆さん公式のね、ベイブレード X 公式の動画も確認していただけるといいんじゃないかなというふうに思っております。はい、そして、ランチャーがですね、何やら新しい、ランチャーに変わったということで、グリップ一体型でシュート時の安定性が高いホールドランチャーですね。で、より長く強力なシュートが打ち込ませるロングワインダーが登場となっております。はい、緑色のね、ワインダーが映っているんですけれども、こちらが、通常のね、ワインダーよりも長くね、設計されているということ、そして、握りやすい、グリップされるような、今回紫色のね、グリップになっているんですけれども、こちらもパーツ付け替え可能ね、部品ということになっているかと思いますので、はい、こちらもね、シュートのパワーがさらに、確かにアタックベイとか使ってる方とかで、ワインダーランチャーを使ってる方も結構多く見かけるんですけど、ワインダーランチャー確かにね、パワー出やすくなっていまして、それがさらにね、ワインダーの部分が長く延長されたことによって、さらにですね、その威力というものを拡大することができるというね、そういったコンセプトなんじゃないかなというふうに思っております。はい、今回この和風のねテイストのサムライモチーフのねベイということで非常にかっこよくねベイが設計されています。ディティールもやはり刀のようなねブレードになっていてめちゃめちゃ紫とグリーンの配色も、ベイブレード X らしさをね体現しつつ、紫でねちょっと和風な形で、表現していてめちゃめちゃかっこいいなというふうに思います。はい、めちゃめちゃかっこいいですねこのサムライセーバー。新たなアタックタイプのベイブレードとして、この可変ギミックもありつつ面白いねバトルの展開になることを期待しております。はい、そして最後になります。こちらが UX の、10。これはすごいですね。ラインナップの中でめちゃめちゃパーツ数が多いんですけれども、いよいよ登場しましたベイブレード X シリーズにもカスタマイズセット U ということで、今回は
ブレードが4つ、そしてラチェットが3つ。で、ビットが、6個ですね、付属されているということで、はい。これはめちゃめちゃパーツ数が多いし、一つ一つね、見ていくのめちゃめちゃ楽しみなんですけれども、ちょっと説明の方見ていきましょう。はい。こちら、先ほど私の方で読み上げた通り、ブレード4種とラチェットが3種、そしてビットが6種同梱され、72通りのカスタマイズができる強力パーツセットということになっております。はい。セット内のパーツを作ることでできるナイトメイル 385BS はメタルボール内蔵で縦方向の、吸収を衝撃を吸収しやすいブレードと上下方向に沈み込み衝撃を軽減するビットの組み合わせで着地時や上下からの攻撃による揺れを和らげることに特化したベイブレード。これはですね、いよいよですね、ナイトシールド、ナイトランスという風に進化を遂げてきた、七色マルチが使ってきたベイの、ディフェンスタイプのいよいよ UX ラインで、ナイトシリーズがね、登場したということでいいんじゃないでしょうか。はい。間違いなく UX シリーズですね。はい。形状がですね、ただ、メタルボールは付属しているんですけれども、形状がね、まん丸ではやっぱないんですよね。ディフェンスタイプなので若干カウンターディフェンスを決めれるような、若干緩やかにはなっているんですけれども、はい。ちょっとブレードがね、正直スタミナ性能としては、スタミナタイプのベイではないので、ウィザードロットとね、スタミナ勝負ができるものではないと思うんですけれども、はい。ディフェンスしつつ、カウンター防御もしつつ、はい。こんな感じで、このメタルボールの、新しいね、機構も入っているということで、非常に楽しみなんですけども、実際メタルボールがバトルにね、どういった影響するのかっていうのは、かなりちょっと曖昧な部分がね、今のところあるんじゃないかなというふうに思っております。はい。はい、今回ですね、パーツね、めちゃめちゃこれ、1個ずつ見ていくとめちゃめちゃ時間かかりそうなんですけど、一応見ていきましょうか。まず、先ほどご紹介した、ブレードからね、ナイトメイルですね。顔の部分めちゃめちゃかっこいいですね。左斜めをね、映してるんですけど、めちゃめちゃイケメンです。で、次が、わかるところから見ていくとですね、ティラノビートがなんとメタルコートレッドかな。メタルコートになったティラノビートめちゃめちゃかっこいいです。そして、メタルコート、これはブルーでいいのかな。はい。ヘルズハンマーのメタルコートブルーが登場しております。かなり爽やか。はい。この辺の説明はね、一通りありますかね。名前の方までは載ってないですね。はい。ただ、そう、新規ブレードとしてはナイトメールともう一つ、これは、あれかな、ハズブロでちょっと見かけたことあるプテラノドのモチーフの、恐竜モチーフのね、ベイになっているかと思います。はい、一応画像はね、載せてあるんですけども。で、ラチェット一通り見ていくと、これはいくつだ ?70 かな ?170 とか、これが、60かな ?60 か70系ラチェットがいい気がする。で、これ、一番左に映っている透明の、蛍光色のラチェットが、これちょっとかなり奇抜なラチェットじゃないですかね。これ皆さんちょっとどういったラチェットか予想できる方、ぜひコメント欄で教えてください。かなり全体的にクリアで、ラチェットリングがなんかほぼ薄くて、わからないんですけど、これどういう性能を持ったラチェットなんでしょうか。ちょっと説明欄に記載がないので、はい、画像のみでしか予想できないんですけど、で、ビットに関しては、これは一番左から行くと、まずポイントビットなのかな、それとも新規の、ポイントビットはブルーのカラーリングであるので、新しく新規のね、ビットになっているかと思います。はい。そして、おそらくその右にある紫と、蛍光色の軸先がラバーアクセルビットじゃないかなっていうふうに思っております。これも新規ですね。で、ポイントビット、ボールビットの白が入ってますね。そして嬉しいラッシュビットのレッドカラーですね。フェニックスウィングとめちゃめちゃ合いそうです。そして一番右が、メタルニードルですね。はい。
なんかこれ全体的に見ると、ブレードは正直すいません、ナイトメール次第かなっていう部分あるんですけれども、ラチェットとかも新規とはいえまだ全く性能がわからない。ただビットがめちゃめちゃ豪華だなっていうふうに思います。ラッシュビット、ポイントビット、ボールビット、ラバーアクセル、そしてもう一つね、新規の、ビットがあるということで、かなり実用性はね、高いビットがね、一通り揃ってるんじゃないかなっていう嬉しい限りでございます。はい。はい、カスタマイズセット U ですね。こちらは、同じく11月2日発売、お値段5700円税込みとなっております。はい、今回3つの商品。サムライセーバーと、スターターサムライセーバーと、それから、こちらですね、カスタマイズセットのカスタマイズセット U とブースターのクリムゾンガルーダですけれども、はい、3つの商品が同時発売ということで、これはレビューもなかなかね、ハードだと思うんですけれども、はい、皆さんにね、しっかり11月2日にね、お届けできるように、はい、準備していきたいなというふうに思っております。皆さん、この中で一番気になる、ベイブレードのラインナップ、どちらでしょうか？ちょっとコメント欄で教えてください。僕、個人的にはですけど、ビジュアルで言ったらやはりダントツでサムライセーバーかな。新しいね、ベイブレード、アタックタイプのベイブレードですけれども、今回こちらがね、新シリーズの方でもアニメの方でも、おそらく大活躍するというふうにね、思っているんですが、ビジュアルに関してはめちゃめちゃかっこいいですね。はい、ディティールも、やっぱ刀がモチーフのね、ベイブレードになっていてめちゃめちゃいいと思います。そして、そうだね、カスタマイズセット U はですね、一通り、ビットのラインナップもかなり優秀なので、やっぱり欲しくなっちゃいますね。メタルコートのティラノビートとかもめっちゃかっこいいし、あとはなんといってもやっぱり、おそらく七色マルチちゃんが使うであろうナイトシールド、ナイトランスの UX ユニークライン化したこのナイトメイルもね、一通りゲットしてね、やっていろいろ改造も試してみたいなっていうふうに思っております。はい。クリムゾンガルーダに関してはすいません、正直なところ、スタミナとかそのカウンターなのか、正直ね、このコンセプトがなかなかいろんなものがだんだん盛りだくさんにはなってくるとは思うんですけれども、すごくね、今までのシンプルなコンセプトに加えていろんな性能変化がね、楽しめるっていう一つの楽しそうな要素ではあるんですけれども、正直ね、このコンセプトっていうのがうまくそのベイブレードの性能に反映されているのかっていうのは、実際触ってみないと分かんないかなっていったところだと思います。はい、そんな感じで今回この3つのラインナップ11月2日にね、同時発売ということになっておりますが、皆さん今回の動画いかがだったでしょうか？それとね、今回ですね、皆さん気になるね、ベイブレード、それからいろんなね、性能に関するね、予想ですとか、皆さん個人のね、感想などありましたら、ぜひコメント欄に教えてください。はい。で、今月ですね、10月はですね、いよいよ、ベイブレードの X のGP ですね。大型大会のね、最後の締めくくりの大会もあるということで、もちろんね、僕もですね、会場の方にね、足を運んで、出場されるね、皆さんの応援をさせてもらいたいなというふうに思っておりますので、出場される皆さん、ぜひね、最後まで頑張ってくださいということで、はい、バトルの方も楽しみにしております。はい、こんな感じで最後まで動画ね、ご視聴いただきありがとうございます。このルカチャンネルではですね、ベイブレード X の最新情報や商品レビュー、それからイベントに行った際の映像、そしてシネマティックなベイブレード X の映像表現もやっておりますので、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ルカチャンネルのルカでした。バイチャ。